松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれますか？今日はですね、吉永林業さんとコラボレーションで作った、板がですね、できたんで、それを紹介したいと思います。で、サーフウッドという名前でこう売り出そうということで、サーフウッドという名前になりました。こういう感じで、仕上がっているんですけども、小さいやつとちょっと大きいやつ、はい、これをですね、フックをつけて、販売したいと思っております。で、26日から発送できるように今準備しておりますんで、欲しい方はですね、ぜひ問い合わせしていただいて、すごく手の込んだ作品ができておりますんで、お部屋のインテリアでもいいかなと思いますんで、その使い方もですね、後でちょっと説明やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。じゃあまずこの出来上がりですね。焼き込んだ後にちょっとコーティングしているという形ですね。水を弾くようにコーティングしておりますし、自然素材で、コーティングされているということですので、安心安全かなと思っております。作る工程はですね、YouTube くるから村さんの方で放映しておりますので、どうやって作られたかっていうのは、そちらを見ていただければ分かるかなと思います。むちゃ手の込んだ作り方をされておりますので、ぜひ見てください。はい。でこれにですね、フックをつけて、こういうアルミ線をつけていきたいと思います。どういうふうにやってつけるかというのを今からお見せしますので、じゃあですね、この小さい方にはだいたい25センチぐらいで切っております。25センチぐらいの5ミリのアルミ線ですね。穴がですね6ミリのドリルで開けておりますので、5ミリのちょうどアルミ線でちょうどいいぐらいになっております。これを25センチぐらいに切って、まず上の方に通します。通してからですね、こういう感じですね。こういう感じ。だいたい3対2ぐらいかなと思うんですよね。今日はですね、6月の20日ですよ。はい。もう梅雨前線が消えてしまってですね、どこ行ったのっていう感じですよね。もうむちゃ暑いんですけど、暑いですよね。はい。しょうがないんですけどね、汗をだらだら流しながら撮影ということになりますけれども、はい。はい。こういう感じで、これをですね折り曲げるんですよね。折り曲げて、こういう感じで折り曲げて、これを左側に押し曲げて、こういう感じですね。でこれでアルミだから曲げやすいんですよね。でくるっと回していきます。くるっと回して、ちょっと飛び出たところをですね、ペンチで押さえていきます。ペンチで押さえていきますね。押さえていくと端っこも危なくないようになっておりますんで、これでだいたい下の方は出来上がりですね。こういう感じで、あとはですね、曲げるのは結構簡単に曲がりますんで、これをですねとりあえずこういう感じで一応基本フックを作ります。こんな感じですね。これある程度どうでも調整できますんで、こんな感じで調整していきますね。はい、一応これが基本です。これが基本ですね。だから自分のオリジナルのフックをつけたいという方は自分でも付け替えはもう自由にできますんで、はい、こんな感じで丈夫です。もう5ミリもあれば結構な重さまで耐えられますんで、こういう感じですね。これが小さいやつで、これがちょっと大きい方になります。はい、ちゃんと裏にですね気心の焼きが入っておりますんで、これからですねいろんな作品を多分、作っていくとは思うんですけど、とりあえずこのサーフボード上の板をですねサーフウッドとして売り出していきますんで、それで皆さんも使っていただければいいかなと思っております。穴もですねこういう感じで開いておりますので、裏もきれい、裏まできれい。はい、いや作り手の
まあ本当に手間がかかってですね、几帳面な性格がものに現れているような感じだと思います。こういう感じですね。割れもありますけど、割れも一つのポイントかなと思いますんで、じゃあこれにですねフックをつけていきますね。フックはちょっとさっきとは違って長めです。30センチ取りました。30センチ。これもですね、前の方から通していきます。通していってだいたい3対2ぐらいの割合のところで曲げていきます。こういうふうに曲げて、こういうふうに曲げていきますね。これで一応私はこの左の方に通して左から曲げていきます。ぐるっと曲げ込んでいきます。もう手で、曲がるくらいです。でちょっときつくなったらペンチでくるっと回してあげて、で最後に飛び出たところをペンチで押さえていけばいいです。アルミですからね、これ曲がるんですよね。鉄だったらもう曲がりません。こんな感じになる。で最後もですね、押さえても痛くないような感じでぺしゃんこにすればいいですね。ぺしゃんこって分かるかなはい、押さえていけばいいですね。だったらこんな感じで最後の方も危なくないように仕上がっていきます。こういう感じですね。はい、こういう感じで仕上がっていきますね。でこれをですね、フックを自由に曲がりますんで、あとはですねかけるところの大きさにもよりますけど、くるっと回すだけ、くるっと回すだけ。はい、こんな感じ。あとかけるところによってこれをちょっと尖らせてもいいでしょうし、これはちょっとですねちょっと大きめの棒に引っ掛けるような感じの大きさになります。これは後でどういうのも調整できます。まっすぐ伸ばすこともできるし、自分で好きな輪っかを作ってやることもできます。でこういう感じですね。小松田さん、裏表ってあるんですかね。裏表一応ですね、吉永さんむちゃ几帳面ですけど、裏も表も使えそうな感じなんですよね。ですよね。はいはい、裏も表も使えそうです。はい。でこれをですね、一応ここに今回はビカクシダをつけるんですけれども、これをですね、例えばアフィルムをつける場合にはこれを逆にしてここにもう一回穴を開けて、ここにアフィラムをつけてもいいのかなと思います。はい、逆でも使えるかなと思います。そういう面ではですね、これは自由です。で裏も表も綺麗だということで、どっちでもいいってことですね。どっちでもいいように仕上げておられます。私だったら裏あんま気にしないけど吉永さんは本当に性格が出てて裏も綺麗に仕上がっておりますんで、はい、こんな感じですね。で大きいの小さいので、大きいのにもですねちょっと大小が少しあります。この板はですね一応大きいやつの基本です。でこれにはですね少し大小の差が少しありますので、そこはご了承のほどよろしくお願いいたします。この小さい方にもですねちょっと大小の差がちょっとありますので、そこもご了承のほどをよろしくお願いいたします。仕上がりはでも完璧に綺麗に仕上がっておりますので、少し大きさが違うというぐらいですね。はい、こんな感じですね。待望の板がですねできましたんで、皆さんぜひ使ってください。一応試供品で何個か作ってみたんですけど、お客さんもですね見てもらっていいねっていう感じの評価もいただいておりますんで、反応はいいってことですね。いいですね。はいはい。ぜひ使ってほしいと思います。基本的に穴はですね周りに8つ開いております。で真ん中に1つ開いてます。平均的にですね、4つの穴で私が固定することできるんで、4つでもいいし、几帳面な方は6箇所使ってもいいし、穴のバランスでつけてもらえればいいかなと思います。
こういう感じですね。はい、小さい方もですね、同じく穴は8個開いております。で真ん中に1個で合計9個の穴が開いておりますんで、そこで調整してもらえるといいかなと思います。この穴が開いていることによって通気性も少し良くなってですね、植物の太りもいいのかなと思っております。ガーデンデンドロビーなんかつけた場合にはこの穴にもですね、根っこがこう回ってくるのかなと思っておりますので、根っこの絡みもいいかなと思います。基本的に自然なものですから乾燥の途中で割れたりします。割れもですね、一つのポイントになりますんで、割れがあるのが自然だということを理解してもらいたいと思います。この割れはですね、植物にとってもこの割れにですね、根っこを張らすことによって固定がうまくいったりしますんで、割れはですね、もうマイナスじゃなくて、ある程度いい方に考えてもらえればいいかなと思っております。これもですね、この板にどうやって使えばいいかというのを実践していきたいと思っておりますので、ビカクシダを一つつけてみますね。これがビカクシダのアルシコルネっていう苔玉です。苔玉ですね。こういう感じで作っております。貯水葉もきれいに巻いてきて、かっこいいかなと思っております。苔玉でもいいですけれども、こういうやつをですね、サーフウッドにつけていきたいと思います。こういう感じですね。苔玉の部分からこの鉄の棒を外していきますね。で今回はですね、こういう感じでつけていきますんで、ちょっと後ろの方を少し押さえていきます。押さえて平らにしていきます。平らにちょっとしますね。でこういう感じでつけていきたいと思います。もうこれ苔玉にして仕上がっておりますんで、もうテグスとか紐とかでぐるぐる巻きにするんじゃなくて、アルミ線で4箇所ですね、固定していきたいと思っております。その方が自然な感じで仕上がるのかなと思っておりますんで、アルミ線を用意しました。 1.5mm のアルミ線です。これを苔玉の端っこの方に通していきます。まず2本こういう形で出しました。正面はこんな感じです。横はこんな感じ、後ろがこんな感じですね。で4本出ておりますんで、穴が開いておりますんで、そこに差し込んでいきます。穴が結構ですね、6mm のドリルで上げてるんで、結構スムーズに入っていきますね。もうこのアルシコルネは貯水葉がきれいに巻いておりますんで、つけた段階でかっこよく見えるんでいいかなと思っております。こんな感じ。
で後ろの方をこれで巻いていきます。ちょっと締めていきますね。ある程度締めたところで正面をちょっと確認していきますね。はい、これでバランスが取れましたんで、これで締めていきます。後ろの方でこういう形になりました。これでちょっと持ってみますけど、グラグラしません。もう固定できたっていう感じですね。はい。これでも最後の締めを引っ張って回して押し込みます。はい。これでグラグラしません。でここでカットしていきます。だいたい1センチぐらい残してカットします。1センチぐらい残ってカットします。でこれをもう指でできますね。折り込んでいきます。もうこれで全然痛くもないし、後ろもすっきり仕上がりましたんで、こんな感じですね。正面のアルミ線もそんな目立つような感じじゃなくて、しっくり収まっているのかなと思っております。こんな感じで仕上がりました。なかなかこうやっててかっこいいですよね。ですよね。はい。いいですよね。結構面白いかなと思いますよね。その葉の広がりと、そのバックになるじゃないですか。そうですよね。はるかに苔玉だけよりはしっくりきてるのかなと思いますよね。正面からでもいいし、サイドからでもいいし、後ろからでもいいし、結構いい感じの仕上がりじゃないかと思うんですよね。水やりもですね、バケツ蛇分が一番締めますんで、そのやり方が一番いいのかなと思っています。バケツ蛇分で水を吸わせて、また乾くまでやらないという形ですね。と、できるだけですね、明るい方がいいですね。あんまり暗いとちょっと間延びしてしまったり、苔が傷んだりする場合もあるんで、はい。で、これはアルシコルネといって結構丈夫なやつなんで、はい。冬の管理もですね、そんな最低が4、5度あれば大丈夫かなと思っておりますんで、今から成長期になるんで、この貯水葉また反転してくると思いますんで、貯水葉の成長も面白いかなと思っています。はい、こういう感じですね。お疲れさん、質問です。はい。室内で、はい、その今のビカクシダを、見たい、鑑賞したいという方にちょっとアドバイス。はい。室内の場合はやはり水やりがちょっと大変ですよね。ですから一回バケツにジャブンと水を吸わせて、で水を切ってからそれからかけられるといいかなと思っております。それとできるだけもう外に出して風通しがいいところで、ある程度明るいところが一番いいんですけれども、とりあえず室内でする場合には水やり管理をちゃんと乾いたらあげるということと、できるだけ明るいところに置いてやるということですね。で、外がいいからといって直接外に出して直射日光をガンと当てると1日で葉が焼ける場合がありますので、そこは気をつけてください。今特に梅雨明けのですね、雨で緩んだ葉っぱが一日の日差しでガンとやられる場合があるので、そこは特に気をつけてください。で、一個だけ室内で飾っていらっしゃる方、
私たちが思う以上に植物にとってやっぱ暗いんですよね。そうですね。これが足りないんですよね。はいはい。ですからもう沼にはまっている人たちはもう人工太陽ですね。照明つけたりして。照明つけてこうやっておられますよね。もうどうしてももう完璧にしたいという方はもう人工太陽今結構電気屋さんで売ってるみたいですからね、調整されるといいかなと思っています。まあシダの仲間ですから水が結構欲しがるということですね。はい、はい、まあそういうところです。でこのサーフウッドはですね、まあいろんな応用ができると思いますんで、そこら辺もまあいろんなのを挑戦してください。紅茶の付け方もおられますし、カトレアでもいいかなと思っております。カトレアね。カトレア。はい、カトレア板付け大丈夫なんですか？板付け、まあもともと着生なんですからね。あと水やり管理をうまく調整してやればいいと思います。まあうちも今年ですね、ミニカトレア系をこのサーフウッドみたいにつけて試験しようと思っておりますんで、まあそこでもちょっとやってみますんで。楽しみです。はい、カトレアの根の動きも面白いですし、今その苗もちょっと準備してるんで、はい、やってみたいと思います。はい。一つですね、ちょっと簡単な使い方として、この薄根オイデスっていうのが、はい、結構人気あるんですよね。で、これをですね、サーフウッドにちょんとですね、差し込んで置くだけでこんなおしゃれなこうインテリアができるんですよね。この前これ一つこう店にかけてたら一つ売れたんですよね。だから結構いいわねっていう形でこう思われる方もいますんで、はい、まあ一つ応用としてはこんな感じですね。これがですね、サーフウッドにつけたアフィルムです。来年用にちょっとつけてみたんですけど、こんな感じ。高芽が伸びていますんで、高芽をですね、これもここに巻きつけて、来年ボリューム出していこうかなと思っております。だいぶ新芽が伸びましたね。もうね。そうですね。はい、今からですね、この新芽がどんどん伸びてくるんで、そこも楽しめるかなと思います。ついでですからこれをちょっと巻きつけていきますね。こんな感じで巻きつけとくと芽がついてくるんですよね。さっきちょっと長めに切ったアルミ線を U ピン状に曲げます。こういう感じに曲げてこう固定させてあげます。これで固定できました。これで高芽がですね、12345 6個、高芽が6個この苔玉につくことによって来年株が相当良くなりますんで、高芽の応用も含めて、こういう感じで出来上がりますんで、今1箇所だけ止めたんで、もう1箇所ちょっと止めるとまだ安定してくるかなと思います。はい、これで2箇所止めてやると来年は安定した株ができるんじゃないかと思います。はい、で今この板付けにして、つけたばっかりなんですけど、これに今から根が張るんですよね。バルブも伸びるし根もこの板に張ってくるんで、両方とも楽しめると思うんですよ。花時期はですねもう終わったんですけど、今からは本当に観葉植物としてインテリアとして育ててみられていいかなと思います。特にこの板がですねきれいになっておりますんで、はい、こういった板の使い方もいいのかなと思います。でこのバルブはですねまだ切らないでくださいね。今年咲いたやつは、はい、これは残して秋も遅くなってからしわしわになった段階で切ればいいです。この養分が新しいバルブに行きますからね、そこは気をつけてください。これがサーフウッドにつけたベイチー、ビカクシダのベイチーってやつですね。こういう感じですね。板も一つ一つ個性があってですね、そこは
世界に一つだけしかないサーフウッド一つ一つ違うというところで認識してもらえばいいかなと思っております。この板の割れもですねそれぞれ違ったところで割れたりしますんで、この節なんかも一つの味かなと思いますんで。後ろもですねすっきりこうしております。アルミ線でこう4箇所こう留めただけですからね。こんな感じですね。これがですね、サーフウッドにつけたガーデンデンドロビウムの赤ですね、赤色のやつですね。今年つけて今から成長期に入るんで、これに根っこがついてくれるかなと思っております。こういう感じですね。これは1年後にきれいに咲かせていきたいと思っております。これがですねリンドレーをサーフウッドにつけたやつですね。こんな感じ。もう大体株のボリュームがバッチリあるからですね、見た目がかっこいいかなと思うんですけれども、来年根がこう板についたらますますかっこよくなるかなと思っております。もう夏の間は観葉植物として思ってですね、育ててもらえればいいかなと思っております。でこれが新芽も出てきますし、来春になったらですね花芽もずっと伸びてきますからね、そこへんも楽しめるかなと思います。今回はですね26日から販売開始しますけれども、基本的にはセットで販売したいと思っております。小さいのと大きいのとセットで販売していきます。はい、こういう感じですね。大きさに少し代償が出るかもしれませんけど、そこはご了承の上よろしくお願いいたします。でこれをですねどういうふうに送るかと言いますと、この袋に入れて多分折り曲げて送ると思います。こういう感じでつくと思いますんで、はい、ちゃんと板もですねプチプチに入れてから送る予定にしておりますんで、そこは傷がつかないようにしていきたいなと思っております。こんな感じですね。はい、こんな感じで送ります。このシールもですね、サービスで差し上げます。今回はですね、この26日からサーフウッドの販売を始めますんで、古川村の販売所の方で販売いたしますんで、そこは確認してください。はい、基本的に2つがセットですけれども、個数はですね要望に応じて入れることができますんで、そこもよろしくお願いいたします。6月の25日までは予約を受付しまして、26日から発送いたします。なくなり次第ですね、次の月になるかなと思います。それが完売したらですね、ちょっとまた待ってもらうという形になるかなと思いますので、そこはもうちょっとご了承ください。もう手の込んだ作り方してるんですぐにはちょっとできないんで、はい、そこはですね、何個欲しいよということで予約していただければ、また次の月にですね販売いたしますので、そこもご了承よろしくお願いいたします。サーフウッドができたということでご紹介いたしました。はい、本当に手の込んだ作品ができておりますので、あとはですね、お客様の腕で、これをまた付加価値を乗せてですね、監修していただければいいかなと思っております。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。